マリサ、どうしたんだゼレイム。この前、カッパが電気を通してくれたじゃない？ああ、そうだな。やっと、白霊神社も電気が使えるようになったな。神社でもスマホが充電できるようになって嬉しい限りだぜ。そうよね。電気が通ったおかげで、部屋は明るくなったし、音楽も気軽に聴けるようになったわ。そういや、蓄音機で聞いてたもんな。そうなのよ。最近、張り飛びがひどくて。張り飛びって、今日日聞かないぜ。それと、ワープロって言うんだっけ？タイプライターの代わりの機械も、キータッチが軽くて助かってるわ。ああ、パソコンな。確かに、タイプライターのキータッチって硬いもんな。って、まだタイプライター使ってたの。電気のおかげで、生活が楽になったわ。よかったな。でもマリサ、電気のおかげで便利になったのは嬉しいのだけど、電気って何なのよ。電気を通す不思議な穴。コンセントな。から電気が流れてるって言うけど、危ないから触っちゃいけないって言うし、目にも見えないから、怖いのよ。あらゆるものを便利にする魔法の力、電気。この中身がわからないと安心して使えないわ。本当に、電気って私たちが使って良いものなのかしら？手に余るものじゃないかしら？なるほどな。電気が手に余るかという議論は置いておいて、確かに、電気は目に見えないものだから、それに疑問を持つのはもっともなことだと思うぜ。なので今回は、電気について解説していくぜ。よろしくお願いするわ、マリサ。それでは始めていくぜ。電気について説明するには、まず、原子について触れていく必要がある。原子、そういえば、火の説明で出てきてたわね。そうだな。火って何？では、原子について詳しく掘り下げなかったが、今回の、電気って何？ではもう少し詳しく掘り下げていくぜ。難しい。少し、頑張る。その域だぜ。まず、大前提として我々の身の回りの物質は、すべて、原子でできているぜ。なんだってと言っても、火の説明の時に聞いてたから知ってたんだけどね。まあそうだよな。つまりは、物質は原子で構成されているってことよね。そうだな。つまりは、水も、スマホも、あなたが好きなアイドルも、ミクさんでさえも、原子で構成されているということね。まあ、ミクさんが原子で構成されているかはわからんが、世の中の大体のものは原子で構成されているぜ。そしてさらに、その原子は、3つのもので構成されているんだ。その3つとは、陽子、中性子、電子だ。ちなみに、陽子と中性子の塊を原子核と呼ぶぜ。私、原子が物質を構成する最小単位だと思ってたわ。そうだな、20世紀初頭までは原子が最小単位だと考えられてきたぜ。原子核とかって見つかったのつい最近なのね。ちなみに、原子の考え方が生まれたのは、もっと古くて古代ギリシャの時代だから、紀元前450年ぐらいだぜ。日本はまだ邪馬台国の時代じゃない？恐るべし、古代ローマの技術力。さて話を戻すぜ。原子は、陽子、中性子、電子の3つで構成されているぜ。そして、陽子はプラスの電荷を帯びているぜ。対照的に、電子はマイナスの電荷を帯びているんだ。マリサ、電子の周りにある黄色い線は何よ？良いところに気づいたなレイム。実は、電子は原子核の周りをくるくると回っているんだぜ。まるで惑星みたいね。そうだな。原子核が太陽で、電子が惑星だとしたら、惑星みたいだな。電子は、惑星のように原子核の周りをぐるぐる回るのね。その通りだ。そして、この衛星軌道みたいな経路は3つあるんだ。うわ、いっぱい増えた。これらを電子核と呼ぶぜ。電子核は、原子核に近い順から K 核、L 核、M 核と、アルファベット順に名前がついているぜ。アルファベット順なのに A からじゃないのね。そうなんだ。これには逸話があって、電子核が発見された当時、将来、K 核の内側に新たな電子核が発見されると予想して、K からアルファベットを振ったんだぜ。しかし、今現在まで K 核より内側の電子核は見つかってないぜ。なるほど、だから K からなのね。一つ賢くなったわ。そして、原子の種類は陽子の数で決まるぜ。原子の種類って何よ？原子は、現在発見されているだけで、117種類あるぜ。周期表に示されているのが原子の種類だぜ。あ、見たことあるわ。水平リレーね。そうだな。この種類が、陽子の数によって決まっているんだぜ。そうなの？水素を例に説明しよう。水素の上に、数字が書いてあるだろ。これが、陽子の数だ。これって陽子の数だったの？なんだと思ってたんだぜ。出席番号か何かと思ってたわ。斬新だな。以上のように、原子の種類は陽子の数で決まるぜ。何番目の原子かが分かれば陽子の数が分かるのね。その通りだぜ。しかし、中性子と電子の数は、違うんだ。原子の種類によって数が決まっていない。増えたり減ったりしてもいいのね。そうなんだ。中性子と電子は、同じ元素の原子でも、異なる個数を持つことができるんだぜ。今回、電気を理解する上で重要なのは、電子の量の変化だぜ。なぜなら、この電子の動きが電流を構成しているからなんだ。電流は電子の流れなのね。そうなんだぜ。私たちが普段、電気と呼んでいるものは、この電子の流れのことなんだぜ。なので、これから、どうやったら電子が流れるかを、解説していくぜ。面白くなってきたわ。先ほど、陽子はプラスに帯電し、電子はマイナスに帯電するという話をしたな。そうね。そして、同じ種類の原子でも、電子の数は増えたり減ったりすることも、話したな。そうね。今、この原子には、電子2個、陽子2個があるぜ。つまりは、プラスとマイナスが釣り合っている状態だ。この状態の原子は、電気的に中性なんだ。もし、ここに電子が増えたらどうなるんだゼレイム。マイナスに帯電している電子が増えるわけだから、原子がマイナスに帯電するんじゃないかしら。その通りだ。このマイナスに帯電した電子のことを、陰イオンと呼ぶぜ。なるほど。では逆に、電子が減ると、どうなるんだレイム。簡単よ。その逆だから、プラスに帯電するのね。
そう、その通りなんだぜ。このプラスに帯電した原子のことを、陽イオンと呼ぶんだ。陰と陽なんてわかりやすいわね。でもこれが、電子の流れと何の関係があるのよ。そうだな、順番に説明していくぜ。ではレ夢ム、電子機器に電気を伝えている、配線類は何でできてるんだぜ。そうね、プラスチック。違うな。ゴムかしら。惜しい。わかったわ。銅ね。正解だ。知っての通り、電流は、電気を伝える性質を持つ、金属を伝って流れるぜ。なるほど、電流は電子の流れってことは、電気を伝える金属の中を電子が流れるってことね。その通りだぜ。でもマリサ、さっき、電子は電子核の周りをくるくる回るって説明したわよね。そうだな。これだといくつ原子が集まっても、電子は回るだけで流れないわ。つまりこの説明は、矛盾しているわ。なるほど、なかなか鋭いなレ夢ム。だがこれは矛盾していないんだぜ。そうなの？これを説明するには要素が不足しているんだ。その要素とは、金属結合だぜ。金属結合、なんかかっこいい名前ね。まず、金属原子は、イオン化エネルギーが小さく、過電子を放出しやすい性質を持つぜ。なんて、順番に説明するぜ。イオン化エネルギーについて簡単に説明するんだぜ。レ夢ム、将来の夢とかあるか？何の話よ。いいから。私の夢は、超ウルトラスーパー人気のアイドル巫女になって、地位と富、そして名誉を手に入れることよ。ビッグになるわ。100点満点の回答だぜ。そうでしょう。人間の欲求をわかりやすく示してくれて嬉しいぜ。レ夢ムに限らず、いろいろな人が夢を持っていると思うぜ。そして、その夢の基準の一つとして、安定があるぜ。万人誰しも安定を欲するものだぜ。そして、これは、原子も例外でないぜ。この話繋がるの？イオン化エネルギーは、言い換えれば、原子の安定性だぜ。原子も、将来が不安なのね。イオン化エネルギーは、小さい時は、不安定で、逆に、大きい時は安定しているんだぜ。金属原子は安定してるの？してないぜ。どの原子が安定しているかは、周期表を見ればわかるぜ。これはイオン化エネルギーを可視化したグラフだ。背の高い元素ほど、イオン化エネルギーが大きいぜ。つまり、このグラフならヘリウムが一番大きいのね。そうだぜ。ここで気づいてほしいのは、イオン化エネルギーの分布には偏りがあることだぜ。どういうこと？よくグラフを見てみると、水素を除いて、グラフの左から右に行くに従って、イオン化エネルギーが大きくなっていることに気づくと思うぜ。同じように、縦軸でも、下から上に行くに従ってイオン化エネルギー大きくなるんだぜ。確かにそう言われると偏ってるわね。そして、万人全てが安定を欲し、原子すらも例外ではないということだぜ。今回取り上げている金属原子も安定したいんだ。つまりは、イオン化エネルギーを大きくしたいということね。その通りだぜ。今回は例としてマグネシウムを取り上げるぜ。ではレ夢ム、マグネシウムの陽子の数はいくつだぜ。簡単よ。原子番号よね。12個よ。そうだな。つまりは、原子核が12のプラス電荷で帯電していることになるぜ。この陽子と釣り合いを取れるように、電子を配置する場合、いくつの電子が必要なんだぜ。電子はマイナスに帯電しているのよね。簡単よ。12個よ。そうだな。12個だ。しかし、この電子配置は間違いなんだ。そうなの？ここで出てくるのが、電子核の話だぜ。ここで繋がるのね。各電子核には、入れられる電子の数が決まってるんだぜ。K 核は2個、L 核は8個、M 核は18個の電子が入るぜ。なるほど、この個数通りに当てはめていけばいいのね。なら、K 核に入る電子は、2個ね。残り10個だから L 核に入る電子は8個。これで残り2つね。M 核に入る電子は2個で終わりよ。正解だ。これがマグネシウムの電子配置だぜ。そして、先ほどイオン化エネルギーで述べた通り、金属原子はイオン化エネルギーが小さく安定してないぜ。原子も安定を欲してるって話だったっけ？そうだなレ夢ム。では、マグネシウムが安定を手に入れるにはどうしたらいいだぜ。そんなのわからないわよ。そう言わずに、先ほどの図を見てよく考えてみるんだぜ。イオン化エネルギーが小さいマグネシウムが、イオン化エネルギーを大きくしたいのよね。そうだぜ。ということは、極端な話、ヘリウムやネオンになれれば良いのよね。素晴らしい着眼点だレ夢ム。では、ネオンの電子配置はどうなっているんだぜ。ネオンの電子番号は10ね。これが分かれば簡単よ。まず、K 核は2個ね。そして、L 核は8個。これで完成よ。そうだな。これをマグネシウムと比較してみるんだぜ。マグネシウムと比較してどうするのよ。よく見てみるんだぜ。マグネシウムは安定したい。そしてネオンは安定しているんだ。あれ、マグネシウムとネオンの違いって、M 核の電子だけじゃない？確かマリサ、同じ元素でも、電子と中性子の数は変えられるって言ってたよね。そうだな。なら、M 核の電子を2つ捨ててやれば安定するんじゃないかしら。素晴らしいぞレ夢ム。その通りだ。やったわ。実はこの話が金属結合に繋がるんだ。電子を元に戻すぜ。レ夢ムの言う通り、マグネシウムは安定するために、M 核の電子2個を手放したいぜ。しかし、金属の状態では、周りにマグネシウム電子しかおらず、電子を放出してイオン化しようとしても、そのもらい手がいない状態だぜ。じゃあ、どうするの？ここからが、地獄絵図なんだ。電子を放出したいが、受け取り手がいないマグネシウムは、自分勝手に電子を手放して安定しようとするぜ。金属電子はなかなかのヤンキーね。もちろん周りの原子は溜まったもんじゃないぜ。そう、放出した電子を元に戻して平和を取り戻すのよ。周りの電子も自分の電子を放出して安定しようとするぜ。地獄絵図何この無政府状態。もともと原子に政府なんてないぜ。秩序はないの秩序は。ではレ夢ム、この状態で安定するとどうなるんだぜ。
地で血を洗う争いが起きてみんな、いなくなるんじゃないかしら。詩人だな。答えはこうだ。どういうこと？電子の受け取り手がいなくなった結果、放出された電子は、特定の原子に所属することなく、金属全体を自由に動き回るようになるんだ。この電子のことを自由電子と呼び、自由電子による原子間の結合を、金属結合と呼ぶんだぜ。ねえマリサ、この状態は、本当に自由なのかしら。これじゃまるで、それ以上はいけない。自由って何なのかしらねマリサ。だがレイム、この自由電子のおかげで、レイムが言っていた、問題が解決するんだぜ。私、こんな解決法望んでいなかったわ。現実とは、非常だぜ。でもこれでやっと、電子が流れることができるのよね。いや、まだだぜ。まだあるの？今の状態だと、電子が不規則に移動しているだけなんだ。電流のように、決まった方向に流れていく、流れ、の状態ではないんだぜ。例えるなら、今は、池の状態なんだぜ。これを川の状態にしてやらないと電流にならないぜ。じゃあマリサ、池を川にするにはどうしたらいいのよ。そんなの簡単だぜ。大量に水を追加して、池を囲ってる堤防を決壊させてやればいいんだぜ。あら用事ね。これを電子に置き換えるなぜ。電子も水のように、大量の電子を流し込んでやれば、流れを作ることができるんだぜ。ああ、自由電子さんたちが押し流されていく。この電子たちが流れていく現象を電流と呼ぶぜ。やっと話が繋がったわね。そして、大量に電子を流す装置。それが我々の身近にある、電池だったり、コンセントから流れる電流だったりするんだぜ。なるほど、電池って電子の流れを作っていたのね。そうなんだ。そして、電気とは、これら、電子の移動や、相互作用を指す言葉なんだ。なるほど、電子が動くことで起きる物理現象を指してたのね。そうなんだぜ。電子が動くことで起きる物理現象は、今回取り上げた電流以外にも色々あるぜ。ぜひ学んでみてほしいんだぜ。今回の解説はここまでだ。駆け足だったわね。今度家庭で電気を使うときは、自由電子に思いを馳せてほしいんだぜ。お疲れ様だったわねマリサ。お疲れだぜレイム。今回はいつにも増して内容が濃かったんじゃないかしら。そうだな、今回は内容がちょっと重かったぜ。だから、説明が不十分な部分が多々あるかもだぜ。そうなの？ああ働いた後のビールはうまいんだぜ。こんな説明二度とごめんだぜ。そういえば、ゴリラが言ってたんだけど。ゴリラ、ああ、ウプ主か。今回、説明が不十分だったかもしれないから、番外編出すかもって。マジで？あれ、終わらないの？レイム、大事なことを忘れているぜ。あ、そうか。今回動画を制作するにあたり、Twitter 上に公開した質問に、回答していただいた方々、本当にありがとうございます。皆様のおかげで、ゴリラの知識が深まり、より正しい知識を視聴者に提供することができました。ありがとうだぜ。これからも、より多くの方に科学を身近に思ってもらえるよう、発信していく所存です。今後とも、発研究所よろしくお願いするぜ。